野中腰痛クリニック院長の野中康之です。よろしくお願いします。で、今日はですね、実は電話でのお問い合わせも多いんですけども、うちの、主幹、メインとなる治療としての、ディスクシール治療っていうのがあるんです。アメリカの治療なんですけどね、椎間板の修復からの機能の改善を図るような、椎間板治療ってあるんですけど、これってね、よく皆さん勉強されてますね。患者さんからの質問の多いのが、なぜディスクシール、この椎間板を治すことで脊柱管狭窄症に効果があるのか。またそれが北米の方でもそうですけども、脊柱管狭窄症も適用があるんですね。しっかりと入ってますから。だからなんで脊柱管狭窄症にどのような作用基準で効いてくるのか、これをですね、模型も用いながらちょっとしっかり説明していきたいと思います。まずこれ腰の模型です。ご存知ですね。ここに腰があって、でここにお尻があります。こっち背中、お腹です。で、腰はこのような骨のコマが並び、間に椎間板というクッションがついて支えてくれてます。骨とクッションですね。後ろ側には神経が入っているんですね。で、神経は一応ね、むき出しだと危ないんで、骨のトンネル見えますか？骨のトンネルにしまってあります。この骨のトンネル幾分狭いんですけど、脊柱管っていうね、偉そうな名前がついてるものが入ってるわけですね。で、こうやって守られてると。そこでですね、人間生きていくと、長年生活をしていくとですね、腰に負担がきます。どこに負担一番きますか？このクッションですわ。このクッションが頑張り屋さんなので、いつも仕事、何でもやらされる。そうすると、このクッションが下手って潰れてしまうことがあるわけですね。厚みが失い 50% 失い 0% になってくるというところまでいきます。このクッションがなくなってくると次に何が起こるか。骨が動揺し始めます。身長が縮み、骨が動揺して腰板が出てきます。そしてこの腰板っていうのは問題ですね。毎日のようにポキポキと、骨がきしむわけですね。地震が起きてるなんて言いますよ。指の骨が鳴るようなきしみを毎日ここで起こすわけですね。そうしますと、毎日鳴ってるとね、指の骨って節が太くなるように、毎日ポキポキ鳴ってると、神経を入れているトンネルの中に、このトンネルですね、脊柱管の中に靭帯が通っているんですね。後ろ側に黄色靭帯って有名なんですけどね、この靭帯も傷ついて指の節が太くなるように、靭帯が細かった靭帯がこれだけ、極端ですよ、太くなってしまう。そうすると細い靭帯が太くなったら、これ神経圧迫してくるんじゃないかということです。となるとトンネルが狭くなってきてるんですね。そうすると神経をこするような状況になってくる。で、症状が出始めると。そしてこのトンネルが狭くなって神経圧迫してる。ですので、意外にね、これ神経って逃げるんで、そうそう症状はね、出てこないんですが、いいですか、狭くなってるところでガタガタすると神経こすっちゃうんですよ。狭いところさらにこれガタガタでこすると症状が出てくるんですね。だから動くと神経痛が出てくる、安静時でも神経痛が、変な姿勢やったら神経痛が出てくるってことが起きます。そして元々のこの狭窄になってしまったこの靭帯の盛り上がりっていうのは、数えて考えてみると、このクッションが潰れたことで起こってきてるんですよね。このクッションが潰れたからこの病気が起こる。またこのクッションが悪くなってガタガタすることで症状がどんどん出てくるという状況になります。グラグラなんですね。これが脊柱管狭窄症の成り立ちということになります。うちでやってるのは、原因となっているこのクッション、とりあえず直してみましょうよっていう治療なんですね。じゃあこのクッションを直して脊柱管狭窄症が治りますかって話ですよ。この脊柱管狭窄症を治療するんではなく、この椎間板を治すことでどのようにして脊柱管狭窄症がね、改善するんですかっていう質問を今日いただいてます。でですね、椎間板っていうのがですね、これ潰れてて、グラグラしてるわけですから、単純に考えるとね、これ狭いんですけど、椎間板の機能を直してあげたらですよ、潰れたのを直してあげたら、地震が起きなくなるわけです。腰椎の安定化っていうことが測れるんですね。で、きしまなくなるんで、擦れる回数が減るんで、症状が取れるということが一つ言われています。このできたものを取り除くわけではなく、物は残るけど症状ないままいきましょうねっていうのが、このクッション治療ですね。ディスクシール治療の目的になります。あともう一つね、あるんですね。それが一つ。化学反応の抑制っていうのは2点目あるんですよ。この椎間板が潰れると、当然狭窄症でもこれね、後ろからもやられてるんですけど、この周囲でもう中の髄核が漏れた炎症、ここでもダイレクトに起こってくるんですよ。
椎間板治療で治すことで前側の障害、科学的な反応も抑えることで症状を取るということが報告されています。いいですか。2点です。科学的な炎症反応を抑えることが一つでありますし、もう一つは機能的に改善させることで、物はあったまんまだけど擦れなくなることで神経の障害を改善させるということで、僕よくね、そういうような患者さんからの質問があった時に、できもんはありますけども、できもんはあるんですけど、機能改善、炎症を改善させることで症状ないまま最後ね、寿命を迎えたらいいんじゃないですかと。いいじゃないそれでということを説明して治療させてもらってます。結論何かというと、物を取ることが目的ではなくて、このディスクシリーズ治療も我々の医療の目的は、痛みを取ってどれだけ最後ね、人生を全うしてよかったなと、痛みない人生でよかったな、また最後ね、救急とか笑いじわが増えてね、死にましたみたいなね、そんなところ死ぬって言っちゃいませんけども、最後ね、誰も迎える時に笑ってやったらよろしいかなと、綺麗に取らんでもリスクあるような手術せんでもこの治療で笑ってたらよろしいのかなっていうことがね、最終的な目的になる。非常に、理にかなった治療だと僕は思っています。以上、それがですね、原理、理論、またその説明になります。よかったでしょうか。なんか分からんかったらまた質問してくださいね。一人一人答えていきます。できるだけ急いで。以上です。よろしくお願いします。